皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回は卓球知恵袋の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。下回転に見せたドナックルロングサーブについてやってみようかなと思います。でこれは下回転サーブを使う方、ロングサーブを使う方はもう必見の動画になります。もうこの言葉の通り、下回転サービスに見せたドナックルの速いロングサーブを出すっていうサーブ技になります。プレー動画どうでしたでしょうか。一見下回転サーブを出すような素振りを見せときながら、そのままロングサーブを一気に出すっていうことで、相手もうわっとびっくりする、レシーブで驚いちゃう、合わせてレシーブになっちゃったりで、サービスエースを非常に多く取れる必殺のサーブです。では今回はそのやり方、手順2つでささっとやっている感じです。下回転サーブと同じ振りのままで速いロングサーブが出せるということで、手順の1つ目は皆さんの下回転サーブの入り方をまずやってください。もうこれだけです。皆さんの下回転サーブの入り方、こういう感じだと思います。ラケットの面を下回転のかけやすい面にして、こういう状態ですね。サーブを出すぞっていう、ここまで構える。ここまでまずやってください。これはすぐできます。ロングサーブをこれから出すんですけど、入り方はいつもの下回転、皆さんの持っている下回転と同じ入り方をする、同じ雰囲気を出すっていうのを必ずつけてください。そして手順の2つ目ですね。2つ目はここからそのまま実際打球に入るんですが、このサーブを打球するときにラケットの右端に当てて弾き出すっていうことをしてください。もうこれだけやってください。同じ下回転の振り方で最後の打球するときだけこの右端に当てて押し出す。そうしますとナックル性のロングサーブが出せます。こういう感じですね。下回転の振りのままで速いロングサーブを出す。もうこの固定概念ですね。下回転のサーブ、もうこういう面が出た瞬間にもう相手は下だなっていう判断してつっつきやストップの姿勢になります。でチキータをしようとか払いをしようとかします。でそのままで最後に右端に当てながら弾く、ポンと弾き出してやるような感じでやるとポンと一気に速い球が出せるんですよね。このラケットの面でも速いナックルロングサーブが出せるんです。でしかもなぜラケットをこのラケットがあったらなぜ右端に当てるのがいいかと言いますと、皆さんサーブをかけるとき普段はラケットの真ん中でかけている方が多いと思います。でラケットの真ん中でかけますとラケットの真ん中でナックルにします。それでもいいんですが、真ん中ですとやっぱりしっかりボールを掴んでしまうためにナックルなんですが、ちょっと若干下回転になります。若干下が回ります。でもこの右端は実は面白いことにラケットのこの回転をかけられない位置なんですよね。ここから先だとラバーがないためか回転をかけることができません。なので下回転を切ったふりをしながら速いドナックルのロングサーブが出せるんですよね。真ん中に当ててナックルを出すときは制御しながら出そうとするので相手にちょっとバレちゃいます。弱く出そうとすればナックルになる。で弱く出す、ちょっと相手に雰囲気でバレちゃいますよね。でも右端だったら下回転をかける素振り、かける感覚をそのまま残しながら強くやる。そうすると今下回転をかけている感覚の振り方でしたがドナックルのロングサーブが出ているということになります。ここの右端って回転がかけれないんですよね。かけようとしてもかけられない部分なので、それをうまく利用したドナックルロングサーブなんですよね。なので真ん中で当てるナックルサーブはナックルで、右端に当てるサーブはドナックルっていうことで、ナックルの度合いが本当にこう右端は無回転の状態になりますので、相手もネットミスする率がポッと合わせるだけでドナックルなので落ちます。落ちる率も高いので得点能力も高い。そして本当に切っても切れない位置なので、本当に振りは一生懸命切ることができます。振りが一生懸命アピールすることができます。一生懸命切ってるアピールでドナックルで速いっていうのが出せます。
なのでこれ右端って結構優れてるんですよね。ドナックルサーブを出すにも最適な位置なので、下回転サーブスに見せたドナックルのロングサーブが出せるということになります。これは下回転サーブやロングサーブを普段使っている方だったら相当効きます。下回転サーブの中に1本このサーブが混じるだけで、相手はもう下回転サーブが逆に取れなくなったり反応が遅くなったりしますので、そういう意味も込めてこのドナックルのロングサーブを下回転の中にぜひ混ぜてみてください。そうすると自分のサーブが常に効く展開、3球目が打ちやすいサービスエースが取れるという理想の形となります。下おうはい、では最後のワンポイントアドバイスなんですが、このドナックルロングサーブがうまくいかない方は深く狙うっていうことを意識してみてください。相手コートの奥深くに送り出すようにしますと、スッと滑り込むような感じの深めの低くて質の高いドナックルロングサーブが出せるようになります。あとは打球位置はできるだけ引きつけて落とした方がもっとバウンドも低くなりますので、できるだけこう落とし気味で落ちてきたところを捉えるっていうことを忘れないようにしてください。弾こうとして高い位置で捉えてしまいますと、やっぱこう高くなって打たれてしまいます。というのも意識するとよりうまくいくのかなと思います。下回転サーブに見えるロングサーブということで、相手を翻弄する確率が非常に高いサーブとなります。ありがとうございました。